日本にいた頃の私は、平日は毎日働くのが当たり前、低賃金でも仕方ない、仕事をしていない自分はダメだ、痩せていないと美しくない、そんなことを思っていました。でも、アメリカで暮らすようになってから、仕事やお金、体型に関する考え方が少しずつ変わっていったんです。今では、生きているだけで素晴らしいと心から思えるようになりました。今日は日本に一時帰国した時に気づいた、自分の中で大きく変わったなと思う3つのことを土曜日のルーティン映像に載せてお話ししていきます。まず1つ目は仕事に対する気持ちです。私は日本で教員をしていました。毎日学校に行くのが当たり前。忙しくても苦しくても仕方ない。そういう世界で生きていました。退職してからは長い間仕事をしていない自分はダメだと感じていました。辞めた理由は結婚だったのに、それでも罪悪感が消えませんでした。でもアメリカで暮らすうちに気づいたんです。生き方や働き方は本当に様々で、収入の有無だけで人の価値は決まらない。人生の中でやりたいことをじっくり考える時間があってもいいし、心や体を休める時間があってもいい。生きているだけで素晴らしい。やっとそう思えるようになりました。それはアメリカの自由な雰囲気やアメリカで育った夫と一緒に暮らしていることが私の価値観を大きく変えてくれたからだと思います。2つ目はお金に対する感覚です。日本ではボランティアは無償で行う尊いもの。私もその考えで育ちました。アメリカでも大学生はよくボランティアをしています。実際にアメリカに来てすぐ日本語学校でボランティアをしていたのですが、アメリカ人の知人に本当に無給なの？働いているんだから少しはもらった方がいいと言われて驚きました。最近日本に帰国した時、友人が長時間ボランティアをしている話を教えてくれました。本業もあるのに本当にすごいなと尊敬しました。でも同時に、そこまで頑張っているならお金をもらってもいいんじゃないかなと感じる自分もいました。それはきっとアメリカの金銭感覚に染まってきたからだと思います。労働にはお金という対価をもらうべきという意識が自然に自分の中にも根付いてきたのだと感じました。そして3つ目は体型に関する意識です。私は昔から痩せている方がいいと思い込んでいました。食べることが好きなのに、学生時代は特に自分の体型が嫌いで、ストレスで食べ過ぎて太ってまた落ち込む、そんな悪循環を繰り返していた時期もありました。でも今は違います。私は太っているわけでも痩せているわけでもない、健康的な体であることに満足しています。アメリカには本当に様々な体型や見た目の人がいて、痩せているのが正義なんて価値観は意味がないと気づきました。大事なのは人と比べることではなく、自分が心地よく生きられるかどうか。私が目指しているのは健康的で程よく筋肉のある体。だから筋トレもするし、苦手なランニングにも挑戦しています。だってこれは私の体。自分が好きな自分であることが一番美しい。誰かの価値観に合わせる必要なんてないからです。日本に帰国すると、自分の中で起きた変化に改めて気づくことができます。仕事に対する考え方も、お金への意識も、体型に対する価値観も、
アメリカで暮らすことで大きく変わりました。これからも誰かの価値観に縛られるのではなく、自分らしい人生を歩んでいきたいと思っています。そしてこの動画を見てくれているあなたにも、自分らしい生き方のヒントを少しでも感じてもらえたら嬉しいです。以上が私が日本に帰国して感じた自分の変化です。最後に私の土曜日について少しお話しして終わろうと思います。土曜日といえば私にとって特別な一日。午前中は日本語学校で子どもたちに日本語を教えています。アメリカに住む子どもたちが一生懸命ひらがなや漢字を学ぶ姿を見ると、私もとても刺激を受けます。以前の私は日本語を教えるなんて想像もしていませんでした。でも今はこの時間が子どもと共に自分も成長できる大切な時間だと感じています。やっぱり教育現場は楽しいし、子どもたちは本当に素直で可愛い。アメリカに来ても子どものために働けることはとても幸せなことです。授業が終わった後は夫と一緒にランチへ。仕事の後のご飯ってどうしてこんなに特別に美味しく感じるんでしょう。この日はフォーを食べたんですが、パクチーが少しずつ食べられるようになってきた自分に気づいて、ちょっと嬉しくなりました。それから最近お気に入りの韓国ベーカリーにも立ち寄りました。フランス語の名前なんですが、未だにどう発音するのかわかりません。日本のパンに比べるとアメリカのパンは甘すぎたりして好みに合わないことも多いんですが、このお店のパンはどこか日本らしさがあってつい通いたくなるんです。こういう小さな楽しみがアメリカでの生活を支えてくれているんだなとしみじみ感じます。お家へ帰ったら、あとは夫とまったりお家で過ごす時間。この時間が私の最大の癒しの時間だと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。もし少しでも共感していただけたら、ぜひ高評価やチャンネル登録で応援していただけると嬉しいです。こちらの動画では私のルーティン映像とともにアメリカ移住して本当に良かったことを4つ紹介しています。興味がありましたらぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。